富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。てれてありとけの夢をかき集め、探し物探しに行くのさ。ワンピースらしまんな。あ、続くんもうええもうええで頼むから、もう視聴維持率落ちるんでそろそろ本編行ってください。はい、というわけで皆さん大海賊時代エンジョイしておりますでしょうか。みんなエンジョイしてないと思うけどな。はい、あ、そうだろあ、そうなんだ。はい、はい、まあ、海賊王といえばね、皆さんもご存知、ゴールディ・ロジャー、ゴールド・ロジャーですよね。というわけでですね、まあ、今日はこのロジャーについてね、やっていこうと思うんですよ。はい、久々にやります。今日は、ロジャー海賊団まとめはい、これね、もう96巻出てね、ようやくね、このロジャーに関することがこの書籍のおかげでかなり分かってきました。書籍のおかげ。はい、もうこれ94巻までね、ロジャーの情報なんてのはほんまにね、探せいっていうのと、あとエースの親父やなということしか情報なかったわけなんですよ。確かにね。ところがこの96巻で、ラフテル行っとるやんとか、知ってんの知ってんねん。ルフィと同じような航路辿ってるやんとか、まあ、いろんなね、謎が分かってきたわけなんですよ。まあ、というわけでね、今日はね、その謎に満ち溢れたロジャー海賊団、これをね、まあ、ロジャー船長をはじめ、ロジャーたちを支えたね、もう伝説のクルーたちをね、ドドンと紹介しようと思います。楽しみ。そう、この中にはね、もう今をときめくね、四皇のシャンクスさんがいたりだとかね。今をときめくってなんだろう。いや、ときめいてるでしょ。アイドルみたいに言う。ある海賊について話が。そこばっかりでシャンクスだったの。一言でね、もう YouTube 界をワッホワッホーするから。あんたがやってるだけやろ、それ。はい、というわけでそんな感じでロジャー海賊団やっていこうと思うんですけども、まあロジャー海賊団と言ったらね、まあ皆さんご存知グランドラインを制覇した唯一の海賊団なんですよ。確かに。まあその船長と言ったらね、ゴールド・ロジャーさんで、ゴールディ・ロジャー本名は。はい。で、ロジャー海賊団船長です。もう言わずと知れたね、やつですよ。はい。で、異名はですね、もう海賊王。はい。海賊王の前の異名はちょっとわかんないです。何かは気になるよね。なんか麦わらのルフィみたいな何かはあったんだろうね。そう。何かあったと思うんですけどね。どうします？つけひげのロジャーとか言ったら。これつけひげやったの？もう一個、僕、ワンピーストリビア話すと、これヒゲじゃなくて鼻毛なんで。今知ったみたいな。ボーボボやん。今日、今、ロジャー海賊団まとめやられる方ですよね。はい。知ってなかった？知らなかった。でももう一個ね、通りになるんですよ。何？鬼と言われてるんですよね。確かにね。そう。まあやっぱロジャーと言ったらね、俺は死なねえぜ、相棒って言ってね、まあこの YouTube 考察会を賑わしてくれている存在でもあるんですが。YouTube 考察会で。はい、というわけでね、まあこいつはね、もうね、一巻の1話からも出てきててね、誕生日は12月31日、世界の終わりに生まれてるわけなんですよ。世界の終わりが別に年末なわけちゃうから。D の一族のね、代表的な人物の一人と言っても過言じゃないでしょう。で、出身はイーストブルー、ローグタウンなんです。まあ、海賊王が生まれ死んだ町ということでね、そうです。ルフィもちょっとテンション上がってましたね。意外とミーハーなとこあるね、あいつね。でですね、まあ、ロジャーの、まあ、乗ってる船とかも紹介しておくと、オール・ジャクソン号っていう船乗ってるんですけど、これはね、トムさんっていうね、フランキーの師匠が作った船で、そういう偉大な船にね、ふさわしい男なんですよ。で、まあ、処刑の直前にね、まあ、あとは笑ってたりだとか、で、あとはね、もう覇気をね、もうとんでもないレベルで得してるっぽいんですよね。そう、これ、カムサリの話の時にしましたけど、まあ、カムサリって技の時に、なんて大それた名前の技なんやと言った後、白ひげでやった時はもうお互い触れずにバチバチやってるぜ、みたいな。もうこれ多分、竜王最終形態みたいな。最終形態？そう、もう覇気の竜王の中でもさらにその上みたいな。そんなんあんだ。そう、超竜王みたいな。何超竜王ってスーパーサイズみたいな。海洋系の次スーパーサイズ。スーパーサイズの次スーパーサイズ2ですよ、みたいな。そう。それぐらい多分覇気もね、極めきった男なわけなんですよ。あんだけ強かったね、スタンピードの悪役、バレットにもね、なんと2度勝ってます。ダグラス・バレットさん。ダグラス・バレットさんに。すごいですね、これは。すごいよ、ほんとそう。まあ、四季とかにもね、まあ大変実力を認められててね、四季はロジャーが捕まったことでね、わざわざ海軍ホームに殴りに行くというね。殴りに行くって、なんでそのチャゲアンダースカみたいな。
それぐらいね、偉大な男ですね。もう敵からも、味方からも、そして市民からもね、関わった市民からもね。市民からもって非常に偉大な、ね。誰から聞いてどこにインタビューしてんそれ。この先出てくるから。あ、そうなの？そう。今の話で言うと、桃之助とね、会ってたりとか、このおでんとの物語にも深く関わってる男なわけなんですよ。でそしてね、欠かすことはできない、このエースの父親というね、存在ですよね。で、やっぱりね、気になるのはね、これ麦わら帽子ですよね。これ麦わら帽子かぶってるね。これシャンクスもね、まだかぶってるんで、ちょっとこのシャンクスとロジャーの帽子は違うんじゃねって言われてるんですけど。どうなんだ？はい。あれは一体どうなんだって感じですよね。もしかしたら麦わら帽子が分身できたんかもしれないですしね。できません。わかんないじゃないですか。花の実の前任者ロジャーの麦わら帽子やったかもしれないじゃないですか。今、副船長ことシルバーズ・レイリーさんもさ、ルフィの麦わら帽子を見て、麦わら帽子、その帽子は精悍な男に似合うって言って。そう。というようにね、このやっぱロジャーっていうのはね、すごい男やったわけなんですよ。すごいよ。で、あとはね、ゴッドバレーですよね。ゴッドバレー。ロジャーと一緒に天竜人をね、助け出したという伝説のロックスをどんどん打ち倒したっていうね、あれはすごい戦いでしたね。見てきたかのように言うやん。あの時も四季とかなり戦ったんですけど、あの時は正直ね、ロジャー対ロックスみたいな感じだったから、四季は相手にされてなかったんやけど、その後四季とエッドウォーダーあったりした時もね。どこで見たんや、その光景を。やめろよ、そういう情報操作するの。でね、この四季とエッドウォーダーでね、逃げおおせて、ゼロ感が始まってる。逃げおおせてって何や、そういうすごさ伝われへんけど。船長でございました。で、そのね、ロジャーを支えたのがね、レイリーという男なんですよ。はい、副船長ね。はい。こいつはですね、非能力者にもかかわらずね、非能力者。すごい男なんですよ。もうなんかね、海こうやって渡って海洋量そのままボコして殴ってね、そう、渡ってくるぜ。まだ殴り出てきて。いや、こんな強いジジイおんのかみたいな。確かに。そう、キザルもビビってましたからね。ワンピース界のジジイ大体強いからな。いや、そうなんよ。これワンピース界のジジイの中でもトップレベルのジジイなんですけど、このレイリーという男は。これね、ジジイでこんな状態やったら、全盛期どんだけ強かったんって感じなんですよ。しかも、通りな、名王ですからね。名王ってつく？いや、ほんまやで。冥府の王なんていう名王、どうやったら言われんねんって感じですよね。そう、だって麦わらルフィとかさ、見た目で選んでる。そう。もしくは能力で選んでる人とかもいるやん。そう。でも、名王ってどうやったらつくんだったら相当な実力者っぽいことが伺えるよね。そうやで。非能力者やのにね。それめっちゃ言うやん。で、やっぱりね、覇気をね、とんでもないレベルで極めてるんですよ。また覇気のレベル極めてる。これね、シャボンディの時にね、これルフィもね、思い出すんですよ。レイリー、ケイミーの首輪を外しとったこと。これがあったおかげで、ルフィはクイーンにつけられた首輪をね、ペインって外すことができたんで。そう。これはもうマジでレイリーのおかげなんですよね。そう。ルフィが15億になったのもやっぱこのレイリーが追ってくれたおかげなんですよ。それはそう、修行したんだもん。そう。ロジャーがいない今、もしや世界最強の男かもしれないんですよ。そう。もうね、もう興味ないけど本人はもうラフテルも言ってるし、もうだからもう今更トップになろうとは思わんけど、実は本気出したらめっちゃ強いんやで、みたいな。強いやろな。そう。もうこれ悠々白書で延期ぐらいのね、ポジションやと思うんですよ。みんな知らんって。魔界統一トーナメントで優勝した人ですよ。で、今はね、コーティング職人をやりながらね。レイさんね。レイさんをやりながらね、シャッキーと共に楽しく過ごしておりますね。めちゃくちゃ女の子好きでしょ？好き。すごいいい人生過ごしてんじゃん、男としてね。そうなの。で、続いて、こちらはね、女の子と過ごさずね、クジラと過ごすことを選んでしまった変態なんですけど、クロッカスというね、繊維がいたんですよ。こいつね、詐欺師なんですよね。なんで？ルフィたちと最初に会った時に、俺海賊王のクルーやでって言ってくれたらよかったのに、そんなことも言わず、このグランドラインの先行ったら最後は一つの島にたどり着いて、そこがラフテルやでみたいなことを言う感じの雰囲気のことを匂わしとったんですよ。いや、お前、ロードスタートを行ってからラフテル行ったやろと思うんですよ。そこにラフテルがあるなんか言ってたかな？いや、言ってないですけど、あれは僕らそう思い込んだじゃないですか。最後って7つの先はもう全部ラフテルに繋がってるんや、みたいな。あ、そこで唯一行ったんがロジャーなんや。なんやねん、ロードスタートってみたいな。お前今更そんなん言うなよと思って。でね、レイリーとかもそれを聞いてなんか思ったことがあったのが、クロッカスも嘘つく男ちゃうからな、みたいなことをね、フォローしとったわけじゃないですか。あれは昔の仲間のレイさんも戸惑ってたわけですよ。はい、というね、よくわからん、クロッカスなんですけど、こいつワンピース切ってのね、ギャグをね、飛ばしてるんですよね。ギャグを飛ばす？そう。サンジに向かってね、初対面の時すごい険悪な感じになって、怪我人が出るぞって向かいね、言うんですよ、クロッカスさんが。死人が出るぞちゃうかった？死人が出るぞって言うんですよ。で、私だっていうね、すごい、もうお茶の間も笑ってると思うんやけど。お茶の間っていう言い方やで。でも家族団らんで見てる人あんまおれへんと思うよ、こやちゃん。いや、でも多分1割ぐらいの視聴者は家族一緒に見てると思うから。すごいやん。
でね、こいつなんで出身はグランドラインでね、今はこのイーストブルーのところにおるんでね、でさらに見聞色の覇気も使えるんでね、しかも槍みたいな武器も持っとったし、こいつ多分ね、結構戦えるんでね、それはね、最初爆弾食らっても全然余裕やし、イカも倒すわって感じですね。そりゃ強い。だってロジャーのクルーでしょ。そう。そりゃ繊維でも相当な実力者よ。そうなんよ。で、続いてね、ダグラス・バレット。早速。はい、もうこれね、弱いやつは捨てろって言うとったダグラス・バレットさんですけど、かっこいいですよね。かっこいいよ。まず生い立ちがですね、ほんと悲しいんですよ。だからこれ本名じゃないんですよね。もう名前すら捨てて、鬼の跡目と言われるぐらい自分を磨き上げたね、男なんですよ。天下の22億も懸賞金がある黒ひげさんにも、あいつだけはやめておきって言われるぐらい、ビビられてる男なんですね。確かにね。はい、確かにスタンピードでほんまに絶望的にね、どうやって勝てばいいんやという。そう、あの時は相当な戦力が束になってもかなわんかったからね。そう。そんな中ね、スモヤンは一人で突っ込もうとしてましたけどね。スモヤンってやめなさいよ。やめておけって言われてるよ。で、バレットは、出身国をね、滅ぼして、世界政府に追われるようになっちゃったわけなんですよ。で、その後、ロジャーに何度も挑むんですけど、そのロジャーの強さにね、めっちゃ惹かれて、ロジャーのね、仲間になったわけなんですよね。これちょっとエースが白ひげの仲間になったのと似てますよね。ああ、なるほど。やってることは、その親子で、違いますけど、通ずる部分があるなって感じですよね。エピソード的に。なるほど。その後は独立して、ラフテルには行ってないっていう感じらしいんですけども、別にラフテルがみんながゴールなわけじゃないからさ。そうそうそう。それはいいじゃん。本当にね、この強さだけをね、純粋に追い求める、なかなかね、やっぱロジャー海賊団のいろんなね、メンバーがいたんやなって感じですよね。確かにね。その辺がやっぱりね、ロジャーの言うことをね、聞く人たちだけを集めた海賊団じゃないっていうところを表してますよね。あ、そうなんだ。そう、だってルフィの一味も別にゾロとサンジもなんか互いに切磋琢磨し合ってるじゃないですか。バレットとかも多分レイリーとめっちゃ仲悪かったんやろうなとか。ああ、そうか。で、バレットはもちろんもう武装色も覇王色も剣舞色も使えると。なるほど。この時点でもうレイリー、ロジャー、バレットと3人も覇王色が使えるという、これやばい海賊団なんですよね。これどうなんだろう、麦わらの一味もさ、いずれゾロとかさ、今武装色だけど、覇王色とか使えるんかな。麦わらの一味じゃあ、ゾロ、ルフィ、ウソップ。なんでサンジ飛ばしたの？サンジなんか使えなさそうじゃない？でもさ、レイリーって副船長やんか。で、麦わら一味の中の副船長的なポジションでゾロが近いから、同じ目に傷も負ってるし、剣士やしって考えると、覇王色持ちそうな気もしなくもない？持ちそうっすね。ね、非能力者やし。非能力者ですからね。そうそうそう。はい。というわけでね、次のキャラクターなんですけども。こっからちょっとマイナーだよね。はい。これね、スコッパーギャバン。みんな知ってるかな？知らん人多いと思うんやけど、ロジャーって、ゴールドやん。ゴールドやん。そう。ゴールド。で、シルバーズレイリアがシルバーやん。銀ね。そう。スコッパーのコッパーって、銅って意味なんですよ。だから、銅やな。さあ、金銀銅いるよってことね。だからこいつ実は3番目で強かったんちゃうかなみたいな。ああ、なるほどなるほど。じゃあバレットより強いやつが3人も上におるって考えたらやばい海賊だよなと思うんですよね。キングとクイーンみたいな関係性かもしれないじゃないですか。一応上やなってことは認めるけど、そんな従ってないぜみたいな。なるほどなるほど。そうそうそう。いやでも、バレットより強いの3人おる海賊団はやばいって、世界落とせるやん。落とせるよ。いや、ほんまに。そら捕まれへんわ。そう。で、一応レイリーと双璧をなす実力者と言われていたりとか、ラフテルまで一緒に行ってると。長い付き合いだから俺たちがロジャーを止められたことはねえというんで、かなり初期からのメンツなんやなってことも分かりますよね。ロジャーのことよく知ってるって感じだな。そう。武器は斧っぽいものを持ってるんで、もしかしたら巨人族のような技を使えたりするかもしれないですよね。破国とか。はい。そういった感じのキャラクターです。これ今生死は不明なんで、一時伝次郎なんじゃないかって言われてましたけど、無事違ったので。無事違ったってはい。というわけでね、そんな感じでした。続いてはね、光月おでんです。大好き。はい。カイドウの男気見せて、残念ながら殺されてしまった男なんですが、ワノ国栗の大名にして、白ひげ、ロジャー、海賊団に行ったというね、とんでもない男です。もうスケールがちゃいますよね、スケールちゃうな。そう、ロジャーはもうほんますごいけど、このおでんという男もマジでやばいっすよね。やばい。今のところにその描写的にわからんけど、下手したらおでんも覇王色持ってた可能性あるんでね。いや、ありえるよ、全然。いや、ほんまに。だから、覇王色ほんま何人読んでみたいな。こちらさんも多分、非能力者やろ、多分。そう、一応非能力者やと思われるから。だから本当にロジャー海賊団で能力者がね、わかんないけど、今んとこ、ダグラス・バレット以外は全員非能力者なんだよ。そう。ロジャーも出てないからね。そう、これがすごくない？そう。不明やから。というわけでね、この光月おでんっていうのはね、もうめちゃくちゃ強い男だったわけなんですよ。でもそんな強い男ですらロジャーは一瞬でね、倒してしまうんでね。そう、めちゃくちゃやばいですね。やばっす。
光月おでんはね、すごいね、白ひげとか、ロジャーの船でね、エンジョイしてまして、奥さんをね、連れ込んで、子供もできたりとかしたっていうことがね、あったりしましたね。エンジョイってなんかやらしく聞こえる。光月日和とね、あと桃之助も一時このロジャー海賊団として、生きておりましたね。はい。すごいね。唯一だっていう、ポーネグリフ読み書きできるっていうね。そうですね。おでんがいたからこそ、空島で、我導くみたいな文章を書けたりとか。短なったらやろ。最果てへと導く。我導く。どこへ何を持っていくんやとか、そのおでんは死んだ時に、笑っとったから、実はこのロジャーと、俺ら D の一族同士やな、みたいなことを分かり合った上で死んでったんかもしれんなとか。まあ D の説は高いな。そう。もうだから、光月おでん自体も、光月お D かもしれないし。しょうもなくないはい。でね、トキさんはね、時々のみの能力者で。奥さんね。奥さん。はい。これはまたとんでもない能力ですよね。で、あとついでにね、犬と猫もね、乗ってた時代がありましたね。はい。こっちはラフテロは言ってないっす。こいつって。あとは桃之助がね、このロジャーと会ってたっていうからくりはね、時々のみのおかげやったってことですよね。実際ロジャーの船に乗ってたんでね、ロジャーの船からルフィの船乗るってすごいっすよね。すごいよな。すごくない？いや、これほんまにすごい。すごいわ。いや、ほんま良かったっすよね。ロジャーからアルビタの船とかじゃなくて。ほんまだって白ひげの船にも乗ってるからね。そう。犬と猫の説明はもうみんな知ってると思うから、割愛しますね。犬と猫で。次は、皆さんお待ちかね。幼少期、シャンクスとバギーです。どこの国の人この時ね、ロジャー海賊団の見習いとしてね、はい、シャンクスとバギーはいました。はい、二人は非常に仲良しで、シャンクスはバギーについてすごい好意を抱いててんけど、自分の海賊団に誘うぐらい、バギーはちょっとシャンクスのことを目の敵にしてましたね。そうなん？そう。でも、なんだかんだ仲いいよ、みたいな。そうね。多分今の世の中二人で YouTube とかやってそうやな。やってそう。そう。相当初期から仲間なんちゃうかなって。確かに。この二人ってのは。可能性はあるよね。ってことは、このね、バギーとシャンクスは、相当長いことロジャーと一緒におるから、かなりいろんなこと知ってんちゃうかなっていう。ああ、なるほど。そう。ラフテルに行ってないから、本当の意味での何かは知らんのかもしれんけど、一応帰ってきた後も二人は会ってるわけやし、シャンクスなんて大泣きしとったわけじゃないですか。何か聞いて。分かれへん。そう。非常にやっぱりね、重要なね、ことを知った上で今動いてると思うんですよ、4校としてね。確かに。でロジャーの後を継いでね、懸賞金もね、なんと40億4890万ベリーまで上がってね、とても強い。懸賞金40億やったらさ、変な話、4億の海賊10人捕まえようと思うわ。そうっすね。それぐらいシャンクスには挑もうと思わへん。そうっすね。でね、シャンクスね、当時は使えたか分かんないんですけど、今は当然、覇王色、武装色、剣舞色全部使えるんで、冷静に考えて、ロジャー海賊団覇王色何割やねんみたいな。すごいわ、ほんま。覇王色のバーゲンセールですね。なんでそのスーパーサイヤ人のバーゲンセールみたいにベジタルのいるのはい、というわけでね、じゃあこっからはね、ロジャー海賊団のね、さらなるクルーたちに紹介していこうと思うんですけど、終わりじゃないんですよ。これまだいるんですよ。今日めちゃくちゃ回してんで VTR、今もう22分。はい。これね、皆さん、ノズドンって知ってますか？96巻で新しく仲間が発表されたよね、名前が。そうなんですよ。こいつ実は過去に出たことがあって、それがこちらのこのブルーディープ。はい。ここに書かれてるんですよ。ロジャー海賊団スコッパーギャバンと一緒に名前が。はい。そう。シーガルと。シーガルね。名前が変わったのか、それともシーガルノズドンなのか。なるほどな。はい、このね、覆面レスラーのようなことをやっておりますが、他のメンバーを言うとね、ブルマリン、スペンサー、ミュグレン大佐、ピーター・ムーン、バンクロ、ムーン・アイザック・ジュニア、魚人・サンベル、ガンリュウ、ローウィング、ミレ・パイン、マックス・マークス、ヤモン、ミスター・モモラ、エリオ、ジャクソン・バーナー、CB・ギャラム、ユーイ、ラングラム、ドリンゴ、タロン、ドンキーノ。フォータ終わりました。ロジャー海賊団。最後雑じゃねなんか、この武器はあれと一緒とかさ、魚人でこういうみたいな考察とかないの？魚人もいたんですよ、ロジャー海賊団は。であとなんかね、いっぱいおったわ。いっぱいおった。羽生えてるやつとかもおるんですよ。で、あと、ノズドンとシーガルが名前あれやし。でそう思うとさ、多分ロジャー海賊団に傘下がいたかどうか不明だけど、一戦のクルーとしては少ない気がする。いや、少ないっすよ。ねえ、麦わらのチームばっか見てるから、それ普通に思っちゃうんだけど、麦わらのチームは大戦団持ってるやん。5600人以上ね。そう思うと、ほんまにこれだけのメンバーしかいなかったんとはちょっと思う。いや、ほんまに。だって白ひげなんて1600人乗ってるからね、船に。そう。いつか小田先生書いてほしいわ、SBS に全部1600人の名前。ほんまにそこに時間使う。ほんまに本編を書くか、休まれて、本当にもう。
1600人覚えるのは神木健二だけやからやめて、彼一人のために全部書くの。はい、というわけで本日のロガー海賊団まとめはいかがだったでしょうか。いや、楽しかったよ。いやー、やっぱりね、これね、海賊王だけあってね、密度濃いっすよね。なんか麦わらのチームもやっぱみんなすごいけど、このクルーたちに比べたらちょっとやっぱ格が下に見えちゃうもん。いや、ほんまや。こっからロジャー海賊団を追い抜くぐらいまで来るまで、にみんなが成長するってのも楽しみやん。そう。まあそんなわけなんでね、まあ今後もこのロジャー海賊団の秘密っていうのはまだまだ明かされていくと思うので、はい。まあシャンクスとかの登場にもね、期待していきましょう。はい。はい、というわけでね、今日の動画面白かった人はぜひ高評価を教えてください。はい。高評価がもし、1000以上いったら、今度白ひげについてまとめてよ。白ひげ。はい。あ、やりましょう、白ひげについて。はい、白ひげ海賊団大好きな方います。高評価とチャンネル登録してくださいね。ナミュール好きな人はコメントもよろしくお願いします。それでは See you! Bye! もう諦めたなんて言わない君と約束し今日も一日お疲れ様です。こやちゃんクルーのお待ちかね Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォローチャンネル登録してね。お風呂の前はこやっきーチャンネル